はい、皆さんこんにちは、さちねです。今回は2月種まきにおすすめの春巻き野菜のご紹介です。といってもトマト類とですね、あとはナスやピーマン、ししとうといった王道のですね春巻き野菜なんですけれども、この時期2月にですね早めに保温しながら種まきをすることによって夏までの多収穫を狙うという意味でも早巻きをおすすめいたします。はい、こんな感じで6つですね、今回ご紹介いたします。セルトレイの方で首をしていきますけれども、今回もですねナス科の野菜が、全部なんですけれども、トマトはですねやっぱり夏の代表の野菜ということで、今回初めて大玉トマトにですね挑戦しますけれども、連作障害が出ないようにね小さな畑でやりくりして調整するのが結構大変な作業ではあるんですが、はい、まずはこちらのミニトマトプレミアムルビーをですね種まきしていきます。で、斑点病やカビ病に強い品種なんですが、種まきは2月下旬から6月上旬ということで、気温が15度以上ですね。で、収穫時期が約4ヶ月後で、株間は45センチをめどに開けていきます。で、私はいつもミニトマトは鉢植えにして100均の円柱支柱を使って枝をぐるぐる仕立てにして小スペース栽培をしております。ただ去年数株だけ放任栽培をねしてみたんですけれども、枝が結構暴れて花も釘咲きして長続きしなかったんですね。なので今年もですね2本仕立てで、なおかつぐるぐる仕立てをねまたやっていきたいと思います。で、毎回思うんですけども、ミニトマトなんかはそうなんですが、トマト類ってどうして相変わらずこの種の数がですね、1袋の種の数が少ないんでしょうね。どうしてなのかご存知の方教えてください。なんか結構ね種取れそうな感じはするんですけどね。そしてこちらが中玉トマトの廉価ということで、甘さがフルーツ並みだということなんだそうですけれども、着火性が良くて直径は5センチぐらいの大きめサイズです。で、種まきが地域によりますが2月中旬から6月中旬で、収穫が6月の中旬から10月末ということで、株間50センチほど開けてきます。で、本当はですねたくさん種をまきたいんですけれども、畑のスペースとかプランターの数とかの制限があるので、発芽しないリスクを考慮してプラス2株ずつですね多めにまいています。で、そして次に大玉トマトのホーム桃太郎ということで、ずっしり大玉完熟桃色トマト約 200g で結構大きいですね。大病性に強い極和摂取ということで、種まきが2月から4月末、地域によりますけれども、そして収穫時期が5月中旬から9月末ということで、結構早いですね。株間が40から50センチということです。で、今回はですね2月種まきおすすめ野菜ということでご紹介してますけれども、それぞれの詳しい内容に関してはまた違う動画でですねご紹介させていただきたいと思います。次に青黒中長ナスの四季ということで、色艶良くて早取りができる種で、長さが約20センチぐらいになるそうです。で、種まき時期が2月から6月中旬ということで、発芽適温が20度から30度で、収穫は5月中旬から11月中旬ということで、地域によりますけども結構秋までね長く収穫ができます。株間50センチということです。で、ナスとかピーマンに関しては何度かスーパーで買ったものの種を取って再生栽培を試みたんですけども、結局失敗に終わりましたはい。で、次に柔らかピーマン緑黄ということで、暑さに強くて食感も良くて、そして病気に強くて早くから結構ねたくさん収穫が可能な和摂種ですね。で、種まきが2月から6月中旬で、発芽適温が25度以上ということで、収穫は5月中旬から10月の末まで、株間はだいたいみんな一緒で50センチですね。ピーマンはですね今年初めて栽培するんですけれども、去年パプリカとかシシトウをね栽培したので、同じような育て方じゃないかと思います。
そしてししとうなんですが、これは去年の余りの種なんですけども、とにかく多収穫で作りやすいということで、だいたい4、5ヶ月ほぼ毎日ね取ってましたね。で1株に肌感覚なんですが100個以上は必ず取れてたような気がします。とにかく栽培しててすごい楽しいですので、毎日収穫ができるのでおすすめです。で種まき時期はこれも2月からですね、6月中旬くらいまで、収穫は5月末から10月末までといった感じですね。株間は50センチということです。そしてこちらも残っている種なんですが、茎ブロッコリースティックセニョールというふうに呼ばれておりますけれども、結構ねアスパラに似た食感と甘みがあって、20センチぐらいの側花来がね出て、1株に15本くらい出る感じですかね。で種まきは団地の方ではもうすでに1月から始まっておりまして、年2回ということで、1月から3月、7月から8月、そして計量地では3月から7月になっております。収穫は種まきから約90日ということで、3ヶ月ぐらいでね収穫が始まります。でこの他にもポット植えでですね、保温栽培でスイートコーンとかアスパラガス、白ネギ、そしてミニカボチャなんかもですね、種まきを同じ日にやりました。でちょうど種まきからですね1週間ぐらい経ちましたけども、まだねどれも芽が出てない状態です。やっぱりちょっと寒いっていうのもあるんですが、ずっと部屋の中で保温しながら育てて、日光が照ってる時は外に出して直射日光をですね当てたりしておりますけれども、あと3日ぐらいかかりそうな感じです。はい、発芽が楽しみです。はい、最後に井戸水の浄化ということで、いつも水やりにね使っている井戸水で、時々枯れ葉が入ってたり若干水が濁っているんですね。で今水を桶に溜めているんですが、水やり用と防災用のため水として有効利用しようと思います。で以前ね動画でもご紹介したんですが、水を浄化してくれる秘密のパウダーといいますか、バラマクチャというですね黒い粉があるんですが、これを入れるとですね長期間水を溜めれるようになるんですね。きれいに保たれて、で最初の方は黒っぽく濁るんですが、そのうちきれいにね水がなってきますので、これはお風呂で2週間実験済みです。で、せっかくなんでね最近ハマっているこの EM の発酵液もね実験的に入れてみたいと思います。で上からシートをかけて雨水も入るようにしていきたいと思います。これで持続可能な水になるかどうかはちょっと微妙ですが、実験がてらやってみたいと思います。はい、本日は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。